やばいってリスナー。なんか大樹様が救急車に乗ってるって聞いてんけど、どういうこと？ほんまにやばいんやけど。なに？右曲がります。右曲がります。注意してください。右曲がります。右曲がります。注意してください。マジで撮るん？当たり前っすよ。撮りますよ。もうねっていうか、そもそも車にひかれたんですよ。まずそこ、車にひかれてもう結構経過してます。もう余裕で2週間以上は経過してます。で別に車椅子も乗ってないです。一応そうやな、状況から説明するか。状況説明しますね。ここが歩道やとするやん。はいはいはい。でここ車道やとするやん。で、俺こう歩いとったらですよ、この車道側から車がこう来たんですよ。で俺後ろから来たと。そう、後ろから来て右足を引かれたみたいな感じなんですよ。俺がこう歩いとったら後ろから車ブーン来て引かれたみたいなっていう感じなんですよね。現時点で一応そうやね、相手の保険会社話してますよね、普通に。はい。であとはその引かれた瞬間に警察呼んでもらって救急車呼んでもらって運ばれたという感じで、まだ結論までは至ってませんと。引かれたからいくら治療費かかって、靴とかも俺普通に2、30万の靴いつも履いてるわけですから、その車のせいでその靴が汚れて、ね、そんな靴履きたくないやん、それ弁償してもらえるのかとか、いろいろそういうお話はまだ決まってないんですよ。完全にね決着がついてないっていう、ただ現時点でお伝えすべきことは大輝は無事ですよっていうことを、みんなに伝えたい。間違いなくこの YouTube メインチャンネル毎日投稿やったらできてませんでしたね。はい、ある程度空いてるでしょ。投稿してない日もポツポツあるでしょ。だからまあ助かりましたね。リスナーさんは不自由はしなかったかなと、寂しい思いはしなかったかなと。ただ今回のなんかマネージャーがこうなんか無理やり投稿するらしいんですけど、驚いたと思うんで、一旦マネージャー一旦土下座してもらって。なんでやねん。リスナーさん驚いたから。いや俺のファンって俺のことをすごい心配してくださるからさ。いや俺も心配したよ。いや知らんよお前。いや知らんよって、お前が引かれるからやろ。めっちゃ心配して俺走ったわ。お前が引かれるからやろって言うけど、俺被害者やからね。歩いてたら車に引かれるってめっちゃかわいそうよ。それでなんでお前が引かれるからよって俺が悪者みたいになってるの。いや俺も心配してんからさ。意味が分からん。いらんねんお前の心配。いるやろお前。でまあ一応その警察の方にも行きまして、ちゃんとその病院で俺が一応レントゲンとか取って、その診断書を警察に持って行って、その俺のことを引いてきたおっさんを罰するか罰さないかみたいなお話もしないといけないですし、どういう状況で、あなたは引かれたんですかとか事情聴取とかももう済んでます。でもその何が一番びっくりしたって、俺のことを車後ろブーンって来て、おっさんのね立場ね、これ俺おっさんやとするやん、ブーンって来てここにおる俺を引いたわけじゃないですか。まあ引いた。で俺からしたら「何?」ってなるやん、おっさんのその時の顔がもうやばすぎて、俺の方見てこんな顔しとったんですよ。もう腐ってるやん。ごめんとかじゃないね。ごめんなさいすみませんとか一言もなくやで。引いた瞬間も引いた後も一言も謝罪の言葉なく、ずっとなんか、みたいな感じだって。俺だから最初俺が悪いんかなと思ったよ。だって引かれててさ、相手がさなんかこんな顔してきたからさ、あ俺が悪いんかなって錯覚するぐらいの態度、相手。まあ向こうもパニックになったんやろうな。パニックになったのか引き慣れてるのかやな、人を。引き慣れてるはやばいやろそいつ。いやほんまにそんな顔しとった。なんかみたいな、なんですかみたいな。逆にあなたは邪魔ですけど何ですかみたいな。そいつはやばいやろ。さすがにパニック状態になってたんや。パニックやったらさとかなるやん。すいません大丈夫ですかとかなるやん、違うから。で降りてきたらもしもしなんか急に警察電話しだして、そいつ引き慣れてんな。引き慣れてるやろって思うぐらいの態度やったんよ。ごめんなさいとかすぐ言われたら俺もなんかそのな考えるけど、謝罪もなければ俺が悪いんかなって勘違いするような態度で来られたんで、しっかりと人身事故処理しましたね。そりゃそうよ。当たり前。足引かれてるからな。足引かれてるから当たり前やけど人身事故処理ですね、っていうお話を警察の方とももう済んでます。こういう状態で相手がこんな態度やって引かれましたっていう風にね。とりあえずまあ無事ですよ皆さん。全然もう普通に歩けますよね。歩けんね。全然歩けん。全然嘘つけやお前。さっきまで普通に歩いとったやろ。もう全然あれですよ。ここにマネージャーがおったとしたらここがバーン、普通に動くやんけお前。何やねん。でここに黄色がおったとしたらバーンって
嘘つきやろお前誰が信じれんねんそれお前。で警察の人とねその話とかもどうでもいいんですよ。とりあえず無事ですよって伝えたいのと、最近気になることがあって1個、フル電動自転車って知ってる？マネージャー。ああなんか聞いたことありますね。ひね茶とも言うんやけど、ひね茶自転車って普通漕ぐじゃないですか、みんなも自転車の練習して乗れるようになったと思うんやけど、電動アシスト付き自転車って知ってる？何それ？それって楽に漕げるっていう、漕ぐ力を電気の力でこう補助して、ちょっとしか漕いでへんのにいっぱい漕いでるぐらい進めるよっていう電動アシスト付き自転車っていう、ママさんとかが乗ってるやつね。ああはい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 。そう子供とか後ろ乗せてさ漕ぐのしんどいやん。確かにね。だから電動アシストを使って軽い力ですごいいっぱい進めるよっていう、電動アシスト付き自転車、それのもうワンランク上のフル電動自転車っていうのがあって、何それ？自転車やのにアクセルついてるんですよ。えバイクってことも？もはやバイクなんで、その自転車ひねったら漕がずともビューンって進む。バイクやんそれもはっきり言いますけど違法なんですよこれ。自転車じゃなくてそれはもうバイクっていう扱いにされてるから。でも残念なことにねいっぱいおるんですよその辺走ってる人。フル電動自転車、電動アシスト付き自転車っていうのは何キロまでしか出ないっていう風にちゃんと法律で定められてるんで、それはノンノ OK なんですよ、でもフル電動のひねるチャリやからひねチャって呼ばれてるんだけど、そのひねチャに関してはもうほんまに60キロとか出るやつあるね。自転車やのにひねっただけで60キロ出るんですよ。で漕がんでもいい、一切漕がんでもいいみたいな。なんなんそれ？がめっちゃ流行ってて、俺も実は前乗ってたことあるんですよ。免許はいらないんですか？いやほんまのちゃんとルール守って乗るんやったら免許もいるし、ヘルメットもかぶらなあかんし、ナンバープレートもつけなあかんし、でもみんな自転車に似てるから自転車として勝手に乗ってるっていう。マジで？俺も乗ってたことあるんですよね。2、3年前にひねったら40キロぐらい出る自転車ね。もちろんそれ違法ですよ。ただ俺がなんで乗らなくなったかっていうと、1ヶ月でパクられました。買って1ヶ月でパクられたから、エンジンみたいなこう電気のあれがついてんねん。電気のそのモーターみたいなの差し込んだらひねっただけで進めるんやけど、その自転車をパクったらさ10万ぐらいで売れんねん。そうなの？そうだからその自転車をパクるのを仕事にしてるクソみたいなやつらがおるんですよ。まあ乗ってるやつもクソやけどね。だから俺パクられてそれで拗ねてもう一生乗らんとこって。なんなんそれ？で俺は今ほんまに乗ってないし、ここ数年間マジで乗ってないし、これから乗るつもりももちろんないんですけど、ほんま最近ね自転車のルールがめっちゃ厳しくなってるんで、確かにね、気をつけてほしいなっていう意味合いでこの話題を出してるんですよ。都会とかやったらめっちゃおるわほんまに。ブーンってすごいスピードで走ってる自転車かな、それフル電動自転車って違反なんですよ。で俺が乗ってる時期とかは警察に止められても、いやこれ自転車として使ってましたとかで見逃してもらえたりしとって、なんかその法律がちゃんとまだ定まってなかった。なるほどね。自転車のルールがガバガバやった時代、でも今止められた時点でアウトなんですよ。ブーンってしてなくてもそれに乗ってたっていうその事実があるだけで逮捕まではいかへんけど罰せられるよね。そうその罰せられると。じゃあどのぐらいの罰になるかっていうと、バイクを無免許でノーヘルでナンバープレートもつけずに歩道を走ってたっていう。バイクで歩道をブーンって走ってたらもうやばいでしょ、それと同じ罰則を課せられるとやばいやん。だからみんなほんまに気軽に乗っててルールも守ってへんけど気をつけてねって言いたい。例えば自転車乗ってて人を引く、もしくは自転車乗ってて自転車と事故るやったらまだわかんねんけど、そのフル電動自転車でもし人を引いたらどういう扱いになるかわかる？バイクで人を引いた、もっと言うたら歩道で人を引いたらやばいんよ。もうバイクが歩道を乗り上げてもう歩行者を引いたっていう扱いになるから、確かにマジで人生終わるっすよ。ほんまや。そうだからこれ子供も大人もいっぱい見てると思うし、多分フル電動自転車とか正直俺知ってる人とかいっぱい乗ってたりすんねんけど、お前心配なよな。だから怖いな。ちょっとほんまに気をつけてほしいなっていう思いで撮ってます。フル電動じゃなくても普通のその電動アシスト付きのやつでも危ないよね。電動アシストはでもな危ないんやけど、そんなん言ったら何の乗り物でも危ないんやけど、電動アシストはちゃんと決められてんねん。どんだけ漕いでもこのスピード以上は出ないように制限かけられてんねん。ああそうなんや。自転車自体にな、はいはいはい。だから一生懸命漕いでも60キロとか出ないんですよ。あれって確か23キロとかで止まるようになってんねん。はいはいはい。30キロ以上は絶対出たらあかん。もし出る自転車があるんやったらそれ違法なんですよ。はいはいはい。ちゃんと法律で定められた規制があるんですよ。その規制通りにその辺のママさんたちは走ってると。はい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 。今もなんか自転車ビュンビュンビュン通ってるでしょ、電動アシスト付き自転車のママさんはルール守ってると、はいはい、逆にルール守ってない自転車を売ってる店はアウトですよね。だから知らずに乗ってる人とかおったら今一度自分の自転車はちゃんと法律にのっとってる商品なのかっていうのをちゃんと調べた上で子供とかを後ろ乗せて運んでほしい。じゃないとお母さん犯罪者だったら嫌でしょ。いや怖いよそんな、だからほんまに気をつけてください。はい、ということで結構時間が経ちましたけど出ましたね、もう金額が。だって僕引かれてるわけですから。引かれちゃったっすね、はい、人間が車に引かれてるわけで足も負傷してました。もう別に歩けますけど、それに対して支払われるお金がありますね。慰謝料ですね。はい、慰謝料、マネージャーいくらぐらいだと思う？
俺引かれてるわけやから、歩行者でしかも。100万ぐらいいってんじゃんすか。はい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 、100万ね。ガチで正確に当ててみ。マジでドンピシャだったら、マネージャーに半分あげる。115万。ドンピシャだったらで115万。 115万が保険会社から俺に支払うみたいな、ジャスト。じゃあ発表しますか。発表するんですか？しますよ。リスナーも気になってるやろ。大輝は引かれてあんなことをされてあんな態度を取られてどんぐらいお金もらえるんだろう。だって勉強にもなるやん。この動画見たら自分が引かれた時にどんぐらいお金がもらえるのか発表します。障害慰謝料、なんと8600円。どういうこと？ガチ？ガチやで。86万とかの間違いじゃないですか。ガチやって。これモザイクやけど見てみようお前。これガチモザイクやけどこれ。ガチやん。これ保険会社からの正式な書類やねんけど。8600 8600円やでお前。なんなんそれ？えぐない？だから普通に働いた方が圧倒的に稼げるっていうね。なんか8600おかしないですか？総額で言うたら18万19万ぐらいやってん確か。なんでかって言うたら俺その引かれた時にさ普通に20万以上する靴履いてまして、で、俺のズボンがねそこそこちょっと高いやつやったから弁償は当たり前やん。当たり前やね。あなたが引いて汚してんからそれ弁償せえよっていうのは当たり前の話やん。それでもなんか8割しか弁償しませんみたいな。だから例えば靴が10万円やとしたら、簡単な話8万円しか弁償しませんってことね。全額は弁償しませんよと。なんか2割はあなたが悪いですみたいなわけのわからへんこと言われて、で結局その弁償代とあとはその障害慰謝料、主にその2点じゃないんですか、ね、主にその2点合わせて、18万とか19万とかだからそもそも弁償されんのは当たり前の話やから、だから俺がその得たお金っていうのは8600円リアルに8600円ですねほんまにガチで救急車も乗りましたよね。乗ったなんなんこれ。でもそこの病院代はなんか向こうがそもそも負担しとったからその俺払ってへんから、そんなんどうでもよくて何8600円ってやばない？やばいって普通に引かれたら稼げるイメージないっすかみんな。あるよね、当たり屋っていうワード聞いたことある人思うと思うけど、で実際俺足痛くて撮影できてない期間あったんですよ。動画にはそれみんな心配かけたくなかったから言わんかったけど、俺が撮影できてない期間あったやん。ありましたね。だからその分俺が仕事できてないっていうことなんで売り上げも下がるわけですよ、現実的な話。じゃあそれなんで売り上げ下がるかっつったら根本的に俺のことを引いた人間がおるからそいつのせいで下がってるわけじゃないですか。だから払わないといけないんですよ。俺に仕事できてない期間負担せえよっつって払わせることはできるんですよ。社員だったらね。俺ってもう社長なんですよ要は。ちょっと子供には難しいかもしらんけど給料とかじゃなくてその役員報酬っていう形で出てるんですよ、お金がね、毎月固定で。だからその事故ってあなたが仕事できなかろうが役員報酬出てる社長なんやったら給料変わらないでしょ、だから出しませんよっていうのがなんか世の中のルールというか。そういう仕組みなんや。だからみんなの例えばお父さんがサラリーマンでした、じゃあ足引かれてもう通勤できません、仕事できません、じゃあ1ヶ月間仕事できませんでした、やったら1ヶ月分の給料が負担みたいな、あるんやけど社長とかは関係なかったらしいですね。そうなんや。これ覚えといてみんな。ほとんどの人が、雇われのサラリーマンもしくは個人事業主だと思うね、あんまり経営してる人って日本で言うたら少ないからさ、でも経営してる人はもう意味ないっすよ。しかももう車同士で事故ったんならまだわかるけど俺歩行者で引かれてる側やで。なのに8600円結局ね。やばない？弁護士とか使ってブワー攻めたらもうちょっと金引っ張れるかもしらんけど、でもそこまでな言ったところでも知れちゃってるっていう、時間もかかりますよねそれ。いや8600円は衝撃的すぎるよこれ。やばない？リスナーも驚きやろさすがに。でもこれがリアルよ。引かれたからって言ってめちゃめちゃ稼げるとは限らない。でもさっきワードにも出た当たり屋がおったりとか、ちょっと引かれたからって大げさに痛い痛い言うて一生病院通い続けてる人だっておるわけやんか。確かにそれほんまにおるよ。そういう人は根本的に稼げてないんですよ。確かにそうやろうね。お金に困ってるっていう人が多いんちゃうかな。もともとちょっと貧乏寄りの人がチャンスや思ってそのなんか1日5、6千円を得るために病院に一生通ってると、で貧乏な人からしたらさ病院行くだけで5、6千円毎回チャレンジャーに入ってくるんやったら嬉しいやん。めちゃめちゃ嬉しいよ。けど俺みたいな社長とかっていうのは別にその病院行ってる時間に何十万何百万生み出せるんで別にそこのお金は別にどうでもいいし入ってきたとて何も嬉しく
くないっていうまあまあそうやろうな。割に合ってへんやんっていうだけの話なんで、当たり屋やってるやつは大体貧乏人ですね。まあ貧乏人やろ。金持ちの当たり屋なんか聞いたことないよ。分かりましたこれで。いやこれ僕の経験談になるんですけど、へえ何そうなんまだや。何も話してへんわお前。いや僕は免許取り立ての18歳の頃、調子乗って車を運転してたらですね、ちょっとじじい引いたんですよ。お前前科者やん。っていうのは嘘っすよ。嘘っす。冗談っす。じじい引いたんやんな。じじい引いたのは冗談っすけど、何やねんまあ軽い接触事故を起こしたんですよね。引いたってことやろ要は。引いてないっすよ。あちょっと当たったみたいな。コツンってそう車に衝突してしまったみたいな。ああ引いじゃないんや。引きしない。さすがにそれやったらもう僕ここにいないんで。なるほどねまあ、接触事故を起こして、うん相手の方がちょっと首が痛い痛いって言うんですよ。で腰も痛い痛いって言って車にほんまにコツンって当たっただけでそんな痛いんかなって、まあ、とりあえずどんぐらいもうそれいやそんな強さじゃないよ。コツンってああはいはいほんまにコツンよ。コツンコツどこに当たったのコツンって。まあ後ろ車の後ろにコツンってぶつけてしまったよね。じじいはどこに当たったの体の。じじいは運転席におったよ。もちろんあ運転しとったよ。お前言葉足らずやから分かれへんわ。車に乗ってるじじいにお前がバックしてきてゴンって当たったんや。この車乗ってたじじいは腰痛いとか言い出したってこと。逆ですね。じじいの車が前におってで僕が後ろから運転してます。めっちゃアホやんお前。あじゃあ前に運転してるじじいがおってお前が後ろから突っ込んだってこと。そお前もう言葉足らずすぎて何言ってるか分からへんかった。分かりました皆さん。もう画像出しといてください。じじい運転してる画像を出して画像ここにマネージャーが運転してる気持ち悪い緑の顔の画像を出してうやめろってお前。こうなったってことっすまあでもそうほんまにコツンってぶつけてしまって意欲はそれはいはいはい。でまあじじいがじじいもうじじいって言うけどじっちゃんやねん。おじいおじいさんおじい様ってよ。まあおじい様が首痛い腰痛いとか言うんで、まあ、とりあえず病院行った方がいいですよと。で病院行ったんですよ、軽い打撲となんか捻挫みたいな診断を受けまして、絶対嘘やん。でまあ俺もそうなんやと思ってとりあえずまあ慰謝料とかそういうのがあるんで支払わないといけないと僕も覚悟してたらですね、相手の保険会社から150万ぐらいの請求が来ました。まず打撲と捻挫だけで150万稼げる。どういうことですかと、それ切れるよね。ちゃんと事細かに説明されたらですよ、向こうのおじい様は半年から1年以上病院に通われていたと。えぐいなそれ。まあ、つまりそれの慰謝料ですよね。通院費とかもそういうのがもろもろかかるっていうのとプラスですよ、向こうの車には機材が入ってたんですよね。はいはいはいまあ、仕事用に使う機材、まあ、何の機材かは僕知らないんですけど、それの弁償代をよこせと言ってきまして、もともと壊れとったやろ絶対。それもあると思います。えぐただ僕はそれ確認できてなかったので向こうの言いなりになってしまったっていう感じで70万80万ぐらいの弁償になってたですね。で合計総額が150万ぐらい言ってましたね。やば。それ当たり屋ではないし根本的にマネージャーが悪いのは悪いんやろうけど、まあ僕が悪かったら悪かったんですけど、まあ誰が聞いても嘘っていうのは分かるよね。言われへんやん保険会社の人もマネージャーも「お前嘘やろこれクソじじいいたなやろローラー」とかできたらいいんですけど、まあ、言われへんよねそれ。言われへんしそんなんできへんやんオラーとか。だからでまあ僕も当時ね18歳でちょっと免許取り立てで生きてたんでね、こんなコツンって軽い接触事故を起こしただけで何百万の請求来るんやみたいなめちゃめちゃ反省しましたよ。それやばいな。免許取り立ての子とかね、まあ、18歳の子とか見てるやろうから調子乗って運転はマジでしない方がいいね。それやばいな。でも当ててもうたらもう 100% こっちが悪いわけやんか。まあそうよ。しかも後ろからやろ、なんかお後ろから互いが不注意でバッコーンやったらな 50%50% でお互い悪いってなるけど、今回の件に関してはマネージャーが、まあ、僕がめちゃめちゃ悪かったんでほぼ 100% 悪いから結局そうなると、それがお前車相手じゃなくて歩行者引いとってみ。それもっとやばいよ金額で言うと。歩行者引いたら痛い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 とか言って一生病院通われたらほんまにめんどくさいで、お前。だから俺が今回それをやっとったらもっとお金引っ張れたんですよ。うんさっきも言ったけど俺が別に足だけしか痛くないけどもう脳が痛いとか首が痛いとか肩が痛いとか、もう根こそぎ言いながらずっと今もなお病院に通っとったら多分もう何十万ってな俺にも降りてきとったと思うね。まあ何百万ってね。けど俺そういう嘘つきたくないし、なんかね相手の方反省してなさそうやったけどなんかそれ以上ね言うのもかわいそうやから、もう俺は正直に治ったら治った、痛い時は痛い、ほんまに仕事できひんかった時期があるからそれもちゃんと言ったと、その結果8600円しか振り込まれてなかったということですね。これはしょうがない。人騙して金稼ぎたいと俺思ってないから、これはこれでいい勉強になったし、リスナーさんも大輝さんは引かれたのにそんだけしか払われなかったんだっていうまあ笑いも起きるやん。まあまあまあそれでいい。俺はそれでいい。別に俺は他のことでちゃんと稼ぐ、別に騙す必要もないし保険会社にやかる必要もないし、俺はそれでいいと思ってる。ただみんな気をつけて、当たり屋とかね、そもそも事故やった
ったら事故った瞬間にマネージャーみたいに嘘をつかれて意味わからん機材の修理代とか請求される可能性も大いにありえるんで、ほんまにあるよ。それはほんまに気をつけてください。なんでこの動画は注意喚起とちょっとの笑いと衝撃、それでいいんですよ。別に俺足今痛くないから、もう全然動きますよね。全然痛く全然、全然痛くないわマジで。足痛くないっすよね。全然。嘘つけやお前普通に歩けるやろ。ということでこういうクソみたいな書類届けやがってほんま、事故った時はどうすんのが正解なんですかね。これ俺の YouTube やから言えることですよ。ほんまに教育に悪いこと今から言いますね。事故った瞬間に運転手引きずり回してその場で裏金引っ張ったらめっちゃ稼げるよな。これはほんまに教育に悪いから。それいっちゃんやったらダメですね。ほんまダメですよ皆さん。これ推奨してるわけではないですからもうちゃんと注意書きしておいてくださいね。これはあくまでももう想像の話ですよ。ちゃんと言う正しい言い方は示談金っていうね、お互いが合意の上で話し合って警察には連絡せずに決めるっていうやり方とかもあるんですけど、だから警察に連絡したら保険会社どうのこうのってなるやん。そうそうあるよじゃなく。てちょっと引かれた瞬間に「お前どないすんねんこれ!」って「お前こっち来いバッコを引きずり回してお前どないすんねんこれ!」って「お前何度も乗っとんねんこれ!」言い過ぎやってお前。もお前こっちお前怪我しとんでこれってお前前歴前科つけたいんけこれお前前科もんなんぞこれ言うてお前どないすんねんこれやめたれよお前。これお前の口から言わんかいこれって俺の口からなんで言わそうとすんねんお前口縫うぞこら言うてなっていう優しくね今みたいにほんまにそんなん言ったらあかんよ。リアルにそうやって金引っ張る人もいるからどないすんねんこら言われたらヒーってなって警察に言われたら自分が犯罪者になってしまうと。犯罪者になりたくないから警察には言わないでください、その代わり今すぐに50万円払いますからっていう人もいるんですよ。そうほんまにでもおるよ。本来ならばちゃんと警察に通報しないといけないし、そこはちょっとわからないですけどね。その場その場のなんかお互いの納得いく感じで、警察に言わずに終わってる人たちもめっちゃいるんで話も聞くし、運転は気をつけた方がいいねほんまに。俺でも次引かれたらどうしようかな、どういう感じで金引っ張ろうかな思ってとりあえずね運転手を引きずり回すとこからスタートやな怖すぎやろお前やめろよ。今回も一応言ったよな、マネージャー見てなかったけど引かれた瞬間に「お前どないすんねん」って「お前どないすんねん引いてるやんどないすんねん」って言ったら速攻警察と救急車呼ばれるっていう。もうそれが正しいからそのおっさんがね運転席から出てけえへんかったもんな。そりゃそうよ。気をつけましょう皆さん。そんな感じで真面目に稼ぎましょうね。で当たり屋とかほんま気をつけてください。貧乏人の当たり屋とか全然おるんでね、急に飛び出してきたりとか。だから車とか運転する人はあれつけといた方がいいね。カメラ前と後ろとかちゃんと見れるカメラを録画型のなんていうのあれドライブレコーダーですね。ドラレコ通称ドラレコ。そのドラコをつけといてドラレコじゃんお前。ドラコってないのお前。ドラレコを皆さんつけとくようにしてください。ちょっと高いけど高いけどほんまに証拠になるから。そうやっぱ大事よ証拠って。当たってないのに当たったとか言われて、そうでド言ってくるからライブレコーダー見せてくださいないって言われたらさ運転手が悪くなる可能性もあるやんか。だからみんなドラレコをつけて安全運転心がけていきましょう。もちろんもし自分が歩行者でコツンって当たられた時は「どないすんねんこれお前これお前歯全部無事に乗っとるかこれ!」最低かお前っていうそんな強く言わんわ。絶対言ったらあかんぞ。はい、ほんま嘘ですよ、うん注意書きしといてくださいねほんまにこれバンになるんで。はい、ということで、次回も神回カタツムリなんやこの動画お前でもいい勉強になったんじゃない、いい勉強になったよ。よかったよかった。